皆様こんにちは、みえちゃんです。このところね、また情報が風さんのね、混み合っていて、もうどれから話していいか分かりませんね。まあ気ばかり焦っちゃうんですけどね。それから今日はね、最初にちょっとお知らせがあるんですけれども、今更かいなんてね、突っ込まれそうなほど遅ればせなんですけれども、私もね、インスタグラムなんていうものを始めました。もともとね、SNS はね、Facebook とかやってるんですけれども、SNS 自体あんまり好きじゃないっていうこともあってね、その割には YouTuber なんですけど、インスタはね、なんとなくめんどくさそうでやらなかったんですよ。でもね、風さんの情報とかね、早く見たいなと思って、私もね、インスタ登録しました。まだね、投稿わずかなんですけど、これからいろんな写真とかね、動画とともにメッセージを短いメッセージをね配信していきたいと思ってます。まだちょっとねやり方よく分かってないんですけどね、昨日一昨日始めたばっかりで、はい、何か感じるとこありましたらいいねなど押していただければとても嬉しいです。多分ね、日常のこととかね、風さんのことはもちろん自分の関心の範囲でね感動したことや、まあ結構私的なことも出るかと思いますけれども、そういったことをシェアしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、さて今日はどれから話しましょうか。まずエイトジャムからいきましょうかね。エイトジャムね、皆さんご覧になったと思いますが、どうでしたか？来週もね、第2弾やるそうなんで、やっぱり120分のインタビューをね、すべて公開するっていうことなんでしょうかね。びっくりですね。日本のね、音楽界の超有名人の皆さんからのね、質問が出るというので、まあ、どんだけね、専門的な話題になるのかなと思っていましたけれどもね。そこまでね難しい質問はねなかったかのように思いましたね。なんか目玉焼きのお帽子が私は気になってしょうがなかったんですけど、ここでね私の感想をね全部言うことできないので、特にね印象的だった質問について感じたことをシェアしたいと思います。曲をね作る時は何から始めるかという質問ではね、まあ、いつもねメロディーからと答えてますよね。これは以前もどこかでおっしゃってた気がします。大体はピアノ弾きながらだけど時々は空中からなんて言ってましたね。出ましたよ。はい。質問の人がね戸惑ってましたけど、まあいかにもね風さんらしい言葉で、その時はまだ言葉はついてこないことが多いけれども、なんとなくね母音だったり子音だったりそういうなんとなくの音が聞こえるように耳を澄ませると、はい、これってまさにね宇宙からの声に耳を澄ませるっていう感じがしますよね。あちらからね何かが降りてくるのを待つっていう感じですかね。ガツガツしてないんですね。いつもね大きな存在に身を委ねているということがねよく分かりました。はい、私もね求めると与えられない、何も求めなければ向こうから来るといつも言っていますけれども、これ本当にそうなんですよ。はい、例えばねいい絵を描きたいとかね賞を取りたいなんて思ったらね絶対にいい絵は描けないんですね。自我が邪魔するからねもう苦しみになっちゃいます。自分をね空っぽにして待つ、これがコツですね。カズさんやっぱりそのあたり分かってると思います。それからねびっくりしたのがキラリという歌詞がね元は英語の certainly とかね suddenly だったと、日本語の曲にしようと思ってねそれに似た日本語にしたらキラリになったと。はい、風さんいつもねこんな風に言葉を音の一種として捉えていてね、日本語の歌詞でもね英語の詩のようにね韻を踏むことが多くてね、そのためか曲を聴いていてもねとても滑らかでね癒される感じがしますよね。海外でね日本語の曲でもねヒットした原因も韻を踏むことでね日本語の硬さみたいなものが取れてねスムーズになって癒しの音になることもあるんじゃないかなって思いますね。あと「満ちていく」のイントロね、川谷絵音さんがね8コード目でルートが半音上がったメジャーセブンスになるところが優しくて優しくてそこだけ泣けると、はい、すると風さんがマニアックすぎるなんて言ってましたね。可愛く、はい、
このねセブンスコードっていうものですけれどもね、普通の3和音ってありますよね。ドミソとかねレファラとかありますけれどもね、そのルート音って言いますかね、親玉の音って言えばいいかな。ドミソならド、レファラならレの音からね数えて7番目の音を和音に加えると、それがセブンスっていうんですけどね、何か豊かな音っていうかね、おしゃれな味のある和音になるっていうことがねあるみたいですね。まあ私も詳しくないんですけど、コードってね難しくてね、全部覚えられないから、もうつい楽譜を見てね弾いちゃうんですけれどもね、本当はねコードができるともうあらゆる曲のね伴奏ができるようになりますからね、覚えたいんですけれどもね、まあ30分前にやったこと忘れちゃうからね、もうちょっと無理だよね。その後ねびっくりしたのが、この「満ちていく」がね、パティ・ラベル、パティ・ラベルって言ってましたけど、パティ・ラベルっていうなんかフランス語の名前ですね。これフィラデルフィア出身の歌手女優でね、グループ活動の後1977年にソロデビューした人ですね。この人の If Only You Knew っていうね、1983年全米ヒットチャート1位になった曲ですね。満ちてゆくがその曲にインスパイアされたイントロだったということですね。まあその曲もね8小節目に変なコードに行く、そんな美しい曲が作りたいと思っていたと風さん言ってますね。このパティ・ラベルのね If Only You Knew っていう曲はね、いかにも70年代終わり頃のねソウルミュージックらしくてね、あの頃ねスタイリスティックスとかのね男性グループもいたんですけど、私好きだったんですけどね、あの頃よくあったねスローバラード風のね綺麗な曲なんですけれども、まあ聞いてみるとね確かに満ちていくのねイントロとコードの進み具合がね似ている感じはしますね。でも全体的にはね全く別種の音楽なんでね、このイントロからねインスパイアされて満ちていくがね生まれたとはね、もうちょっと信じられないですね。何かいい曲を聴くとこんな曲が作りたいと思ってストレートにリファレンスすることが多い。何かしら自分の好き良いと思えるものを素直にリファレンスとして出すが、毎回驚かれると、あんまり結びつかないと言われると言ってますね。リファレンスとして出すっていうのはおそらくね曲作りの際にプロデューサーの人かなんかに聞かせるみたいなことをするんだと思うんですけれども、毎回驚かれると、つまり風さんは何かの曲を参考にはするけれども、実際に自分が曲を作ると元の曲とは似ても似つかない、オリジナルなものになっているということですかね。はい。あと嬉しかったのはね、風さんがピアノレッスンでねクラシックも習っていて、ショパンのね革命ね難曲をねもう自己流丸出しでね左手のパートを右手で弾いていたと。はい。素晴らしい動画をね皆さんもご覧になったと思いますけれどもね、私気がつかなかったはい。今はもう弾けないなーなんて言いながらね、その後ドビュッシーのねアラベスクをねちょっとさらっと弾いてくれましたよね。これみんな好きな曲でしょなんて言ってましたね。私もねドビュッシー好きでね、このアラベスクも大好きだし、あと今ね月の光を昔弾いてたのをね、20年弾かなかったのでまた思い出しながら今練習してますけれども、風さんがねさらっとドビュッシーを弾いてくれたのがすごく見とれちゃってね、はい嬉しかったですね。そして番組の最後にね重要な発言がありましたね。プリーマについて言ってる時にね、腹をくくるまでが大変だったと、これがもし人生最後のアルバムになったとしたらみたいなところまで考えて、こんなにエネルギーを全開に出してこなかったと。つまり、プリーマはね風さんのエネルギーが全開っていうことですよね。音楽はいつなくなってもいいような覚悟は常にするべきだと思っていて、なんてね聞き捨てならないことをおっしゃってましたね。これ実にね重要な発言なのでね後で説明しますね。そしてあと最後の最後にねニュージーンズのことをねちらっと言ってましたけども、あれを手掛けたのがこの前の動画でもね言いましたけれども、イオゴンさんというね韓国のプロデューサーですね。なので来週はねこのプリーマを全曲をね最終的に仕上げてくださったイオゴンさんのこともやると思いますね。プリーマといえばね昨日だったかな、風さんのインスタ見ましたらね面白いストーリーズが出てましたのでね、
シェアしたいと思います。まずびっくりしたのがプリマのね MV が9月5日に出るとのことで、この日はね M ステあり CD 発売ありでタワレコのねイベントありで大変な日になりそうですが、このところでね、このプリーマって私言ってますけど発音なんですけど、私今までサンスクリット語の正式なね発音プリーマって言うんですけど、それで言ったんですけど、今回もね風さんアメリカンな発音でねプレーマーってね言ってたので、可愛いとか思っちゃってね、やっぱり私もこれからはねプレーマーってねいうことにします。はい、混乱しますからね。はい、でね、このインスタの画面ねすごく面白いんですけれどもね、どこでしょうかね、どっか行っちゃった、どこ行ったかなこれね、はい、どこでしょうかねこれね、どっかなんかインド、なんかタイのような気もするしね、多分ねアジアであることは間違いないと思いますね。背景に山が映っていてね、鳥がね、鶏ちゃんがのんびり道を横切っていて、なんか幼い頃に見たね田舎の風景を思い出して、もうめっちゃくちゃ懐かしかったですね。このね画面の下の方でこの辺でね、なんかおじさんみたいな人がなんか食べてるみたいな映像も映っててね面白いんですけど、風さんはねこの悟りの色のね服をゆったりと着ていてね、風景に溶け込んでますよね。はい、歩き方もねゆったりのんびりしていてね、風景と一体になってますよね。はい、ここが味噌ですね。はい、全ては溶けてます。はい、で左の方を見るとね、ここに女性がいてね、女性だと思うんだけどいて、なんか民族衣装を着てるんですね。それを見るとね、なんかタイのねタイの少数民族ね、山岳民族っていうのかな、カレン族とかね、私カレン族のね銀細工が大好きでね、いくつかアクセサリー持ってるんですけど、あとモン族とかね赤族とかいった人たちがいるんですね。でそのカレン族赤族、その辺りの何か東南アジアのアジアの山の方のね村かなっていった感じがしますよね。はい、そしてねここが多分 MV の舞台になったんでしょうかね。そして最後に「プレーマー」とね風さんが短く歌ってるのが聞こえますけれども、これはプレーマーという曲の何かイントロでしょうかね、それともアウトロでしょうかね。かなりね力を込めて歌っています。もう光が弾けてるようなインパクトある歌声ですね。先日のね動画でも言いましたけれどもね、ムジカで風さんはアジアの重要性といいますかね、いかに風さんがアジアでインスパイアされたか、アジアの一員として世界に発信していこうと決意したこととかね、インドネシアでのインスピレーションのこととかありましたよね。今回もねこうして多分アジアじゃないかなっていうような感じの場所でね撮影がされたらしくて、なんだかねとっても嬉しい気がします。そしてね私は思うんですけれども、このプレマではねかなり風さんの精神世界が弾けるんではないかと。はい、以前は風さんの精神世界に触れるとね拒否反応を起こす人も多かったと思うんですが、もう風さんの要素としてそれはもう否定できないし、風さんももうそれをこれからは前面に出していくのではないかと私は踏んでいます。先日ねご紹介したロッキンオンジャパンですか、音楽誌ですらねあなたと私と世界が一つになるなんてね平気で書くようになってきたんですもんね。意味がちゃんとね分かっていてこの方は書いていると思いますけれども、時々ね風さんを語る場合にワンネスとかねハイヤーセルフっていう言葉だけがねなんか一人歩きしていてね本当の意味を知らないで使っている方が多いんですね。そのあたりちょっと私悲しいんですけれども、無理はないとは思いますよ。そこでね先ほど触れた8ジャムのね最後の発言なんですけれどもね、プリマについてね、またプリマって言っちゃったね、プレーマーについてね腹をくくるまでがね大変だったと。これがもし人生最後のアルバムになったとしたらみたいなところまで考えて、こんなにエネルギーを全開に出しては来なかったと。音楽はいつなくなってもいいような覚悟は常にするべきだと思っていてについてなんですけれどもね、風さんはね音楽より自分の生き方を貫くのが先と明言してるんですね。
音楽はあくまでも自分の生き方のメッセージを伝える手段なんですね。だから一見ラブソングに見えても実はもっと深い精神性をはらんでいたりするので、そこはね忘れてはならないと思います。ムジカのねインタビューでもね、もう怖いものはなくなったと、自分をさらけ出す覚悟ができたみたいなことをおっしゃっていてね、けれども純粋にね音楽として楽しむための抜群の音楽性もあるっていうところがね、この人のすごいところなんですね。まあ音楽史といえばね、先日これは音楽史なんですけれども、どこ行ったかな、風さんのねインスタに出ていたんですけど、こっちか、出ていたんですこれね、これじゃない、ごめんなさい、これだ。これね、これ1999年にできたスウェーデンのネット誌なんですけれどもね、これどこを今拠点にしてんだかちょっと分かんないんですけど、記者の人はねいろんな国の人がやってて、そこにも風さんのここにインタビューが載ってるんです。それを風さんがインスタのストーリーに上げてたんですね。で結構長い記事なんですけど、こうやって日本語に自動的に日本語に今変換されるので、私が翻訳するまでもなくね読みやすいのでおすすめですよ。でざっと読んだけど全然翻訳問題なさそうですね。ちょっと変なとこもあるけどね、まあ大体わかりますのでね。その中でもね風さんはこの精神性の重要性について語ってるんですよ。はい、例えばね Love Like This もねここの記事の中でも言ってるんですけれどもね、先日動画でもシェアしましたけれどもね、このメロディックマガジンではねより明確にこう言ってるんですね。 Love Like This は自分自身を見つける旅、そして人生で多くの、困難を経験した後の本当の自分を見つけるための曲だと言えるでしょうと。はい、基本的にはね外側からではなくね内側から愛を見つけることについてですと。はい、これはねただのラブソングのように聞こえるかもしれませんが、実際にはもっと深い意味を持っていますとはっきり言ってます。そしてねこのインタビューでは風さんのこれまでの経歴とかね実績にとってもね称賛の記事となっているんですけれども、風さんのね本音もこうして出てるんですね。ですからぜひね見ていただきたいんですけれどもね、記事に戻りますとね、私は常に人間として成長したいと思っていますと。はい、それが私の人生における最大の目標なので、精神性を成長させ続けますと。はい、そしてねもちろんアーティストとして成長したいっていう気持ちもあるんですけれども、それ以上にね人間として成長したいのですと。その哲学ね哲学ですよ。はい、そしてねなんだ私のね理想を歌詞に反映させたいと。私をね元気づけたり刺激を与えたりしてくれるような曲が私には常に必要なのですと。つまり音楽はあくまでも自分の哲学やね生き方を伝える手段でありね、自分の精神性を成長させるために必要なんだということをねここでもね繰り返し言ってるんですよ。はい、そしてねインタビューの最後にね、私は常に日々より良い人間になろうと努力していますと。はい、常に元気づけられるような音楽が必要なので、もし皆さんもねそういう音楽を求めているなら私の曲も楽しんでいただけたら嬉しいですと。一緒に成長しましょうと言ってます。はい、これでこのインタビューは締めくくられているんですね。つまり風さんはエイトジャムでもねムジカでも、そしてこのメロディックマガジンでもね結局一貫して同じことを言っているっていうことですね。これからもね風さんの曲が持つ深い精神世界の魅力をね、今度また新曲出ますのでね、皆さんとぜひこれからもねシェアしていきたいと思います。はい、ちょっと長くなりました。今日はこの辺で失礼いたします。最後までありがとうございました。さようなら。